今回はパッチで強化された支援武器をターミニットでテストしてみます。この動画を見れば敵を何発で倒せるかわかるので敵と戦いやすくなるはずです。またより多くのヘルダイバーにこのチャンネルを知ってもらえるようハイプボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それでは早速確認してみましょう。まずは対物ライフルから試してみます。チャージャーの頭を撃つと7発で倒すことができます。ベヒーモスは12発当てないと倒せないのでリロードが必要です。足の装甲を破壊するには6発当てる必要があります。対物ライフルなら合計9発で倒すことができます。右の映像はリベレーターカービンを使いましたが30発ほどで倒すことができました。素早く倒すなら突進をかわしてお尻を狙うのが最善でしょう。4発で倒すことができます。装甲越しにお尻を撃っても5発で倒すことができました。ワンマガジン分あれば問題ないでしょう。横から胴体を狙う機会は少ないと思いますが装甲は7発で壊すことができます。対物ライフルだと合計10発で倒すことができますがリロードするよりメイン武器に持ち替えた方が早いです。インペーラーは弱点を狙って5発で倒せます。また接近して口を打った場合も5発で倒せます。足の装甲は6発で破壊できます。対物ライフルだと合計10発で倒すことができますが状況によってはメイン武器に持ち替えてもいいと思います。後ろから撃つときは腹か顎を狙うと5発で倒せます。お尻を撃つと倒すのに12発必要ですが足や腹を撃てないときに狙ってもいいと思います。胴体の装甲を破壊するには対物ライフルで6発です。インペーラーを倒すのに合計12発必要になります。装甲を破壊してからリベレーターカービンを撃ってみましたがワンマガジンでは倒せませんでした。胴体を狙うのはできるだけ避けた方がいいでしょう。次はタイタンです。頭を撃つと10発で倒せます。タイタンが3を噴射している時に狙うと当てやすいです。ワークパックがあると3をかわすのがかなり楽になります。胴体の装甲を破壊するには11発必要です。倒すのに合計21発かかるので3マガジン分使うことになります。右の映像のように胸や腹を雑に狙った場合は3から4マガジン必要になることが多かったです。テルミットと一緒に使うとどうなるかも見てみましょう。タイタンの頭にテルミットを刺すのは非常に効果的です。対物ライフルで頭を撃つとわずか4発で倒すことができます。胸や爪にテルミットを2つ投げた場合はワンマガジンで倒せるようでした。こういった場合は頭ではなく胸や腹を撃つようにしてください。3発で倒すことができました。基本的なことですが胴体にダメージを与えた後に頭を狙っても効果は高くありません。タイタンの胴体に無反動ライフルを撃った後対物ライフルで頭を撃っても10発必要になります。同じように胴体を撃った場合は6発で倒せます。胸や爪を狙うと2マガジン分で倒せることが多かったです。なるべく爪に当たるようにすれば10発ほどで倒せるでしょう。タイタンの頭上でダイナマイトを爆発させた場合も試してみました。結果は倒すのに8発必要でした。これならリロードせずに倒すことができます。いろいろと試しましたが基本的には頭を狙うのが一番いいと思います。伏せて撃てば反動も抑えられるのでこのように連射して倒すことも可能です。倒すのにかかった時間も6秒ほどです。ストーカーに対しては頭を撃つと1発それ以外は3発で倒せます。無理に頭を狙わなくても素早く倒すことができます。アルファコマンダーの頭部は1発で破壊できます。胴体を撃って倒すなら4発必要です。ハイブガードは頭部を撃つと1発で倒せますが力尽きるまでラグがあります。胴体を撃つと2発必要なので急いでいる時はこのように撃ってもいいと思います。バイルスピューアーは頭を撃つと1発で倒せます。装甲を撃つと2発で爆発しますが腹を撃つと4発必要です。シュリーカーの巣と放子噴出機は12発で壊すことができます。大きな違いではありませんが 125m ほど距離があると1発多く撃たないといけません。次はオートキャノンについて見てみましょう。頭を撃つと10発で倒せますが弾を当てると左右によろめくので当てるのが難しいです。足は装甲を破壊するのに6発合計8発で倒すことができます。このように連射しても全ての弾は当たらないので間隔を空けてしっかり狙った方がいいです。
胴体を狙うとこのように連射しても弾が当たります。装甲は6発で壊れて合計10発で倒すことができます。お尻を狙うならフラッグで撃った方がいいでしょう。 APHET だと3発ですが、フラッグなら2発でお尻を破壊することができました。インペーラーの弱点は APHET だと3発、フラッグは運が良ければ2発で倒せます。接近して口を打った場合も同じ結果でした。安全装置が作動するのであまり近くで撃たないようにしましょう。後ろから弱点を撃った場合も同様です。装甲がない部位を撃つときはフラッグで良さそうです。足を撃つと6発で装甲を破壊できます。倒すには合計8発必要でした。胴体を狙うのは避けた方がいいと思います。装甲は6発で破壊できますが、倒すのに合計14発も必要でした。これならお尻を撃った方が早く倒せます。 APHET でお尻を撃つと8発で倒せます。フラッグで撃つと弾かれやすいので避けた方がいいでしょう。次はタイタンについて見てみましょう。頭を狙えば9発で倒せます。タイタンの頭にテルミットを投げれば APHET を3発当てるだけで倒すことができます。タイタンの胸や腹を狙うときはフラッグで撃ってください。うまくいけば10発以内で倒すことができます。爪にテルミットを刺した場合はフラッグで腹や胸を撃って3発で倒すことができました。腹に刺さった場合は倒すのに6発必要だったので、なるべく爪か頭にテルミットを投げるといいでしょう。 APHET だけで胴体を撃つと装甲を破壊するのに9発、倒すのに合計17発必要でした。味方が無反動ライフルを当てた後なら APHET で7発撃つと倒せます。ストーカーは頭を撃つと1発で倒せますが、胴体などに当たると2発必要になります。フラッグで撃つときはストーカーの中心を狙うと1発で倒せます。アルファコマンダーはどちらで撃っても頭部を1発で破壊できます。胴体を撃つときはフラッグを使った方がいいです。 APHET で撃つと3発必要ですが、フラッグはうまくいけば2発で倒すことができます。バイルスピューアーは装甲や腹を撃つと2発で倒せます。頭を撃つと1発で倒せますが、フラッグで撃つときは口を狙った方が成功しやすいと思います。ハイブガードは頭の中心を狙うと1発で倒せますが、力尽きるまでラグがあります。基本的に小型の敵や群れに対してはフラッグで撃った方がいいでしょう。 APHET だと胴体に2発必要です。放射噴出機とシュリーカーの巣は APHET だと破壊するのに7発必要です。フラッグで撃つと基本的には4発で済みます。次はデエスカレーターについて見てみましょう。結果に違いは出ますが、ベヒーモスの頭を撃つと6発で倒せることもあります。結果に違いが出るのは距離や角度が影響するのだと思いますが、正確なことは分かりません。このように側面から頭を撃った場合は倒すのに9発必要でした。距離10メートルほどの位置から頭を狙うと6発で倒せることが多かったです。実戦では7から10発は必要になることが多いと思います。2発当てるとスタンするので、チャンスがあれば10メートルほどまで近づいて撃つといいでしょう。チャージャーの頭や胴体を撃つときはリロードせずに倒せることが多いようでした。足を狙うと装甲を破壊するのに4から6発は必要でした。うまくいけば6発で倒せますが、生き残ったらメイン武器などで撃ちましょう。胴体を横から撃つと装甲を4発で壊せることが多かったです。ベヒーモスを倒しきるには合計6から7発は必要になるでしょう。後ろからお尻を撃つと4発ほどで倒せるようでした。装甲のない部位を横から撃ってみましたが、ダメージは低いようでした。お尻を破壊するのに8発も必要だったので、後ろから狙った方がいいでしょう。インペーラーの弱点を撃つと3から5発で倒せます。接近して口を狙った場合も同じような結果でした。足を撃つと装甲を破壊するのに4発、うまくいけば合計6発で倒すことができます。倒せなかったとしても体力はほとんど残っていないでしょう。後ろから腹を狙って撃つと倒すのに6発は必要なことが多かったです。ワンマガジンで倒せないこともよくあるので、プライマリーウェポンなどでとどめを刺してください。お尻を撃って倒すなら7発分はダメージを与えないといけないようでした。どこに当たり判定があるかよくわからないので、グレネードピストルなどを使った方が確実に倒せるでしょう。胴体の装甲は4発ほどで破壊できましたが、倒しきるには2マガジン分は必要になると思います。ここではリベレーターカービンを1マガジンと
グレネードピストル1発で倒すことができました。タイタンの頭を狙うと5発で倒せることもあります。しかし必ずそうなるわけではありません。だいたい7から8発は当てないと倒せないことが多かったです。頭にテルミットを投げた場合は1から3発撃つだけで倒せます。結果に違いが出たとしてもワンマガジンあれば確実に倒せると思います。横から胴体を狙うと装甲を破壊するのに8発、倒すのに合計18発も必要になります。腹や胸を狙うと15発で倒すことができましたが、どちらも3マガジンほど必要になると思っていいでしょう。爪や腹にテルミットを投げた場合は6発で倒すことができました。でエスカレーターを撃つときは足などではなくタイタンの中心を狙うようにしてください。無反動ライフルやイーグルロケットポットを使った場合はどうなるでしょうか。結果は7から10発ほどで倒せることが多かったです。大抵の場合は2マガジンもあれば倒せるでしょう。ストーカーは頭や体の中心に当てると1発で倒せます。倒すのに4発必要なこともあったので、なるべく体の中心を狙うようにしましょう。アルファコマンダーの頭部は1から2発で破壊できます。距離が近い方が1発で破壊しやすいのかもしれません。胴体を撃って倒す場合は2から4発必要になることが多かったです。バイルスピューワーは頭部を撃つと1発で倒すことができます。装甲を撃つと2発で倒せることが多いですが、腹を撃つと2から4発は必要でした。ハイブガードは中心を撃つと1発で倒せます。中心から外れると3発当てないと倒せない場合もあります。他の武器を使った時も感じましたが、ハイブガードは少し丈夫になりました。装甲がない部分を撃つと1発か2発で倒せます。胞子噴出機とシュリーカーの巣は残念ながらパッチ前と変わらず破壊できません。次はエポックです。フルチャージで撃てば巣穴やコンテナを破壊できるようになりました。敵に対しての使用感に違いはないようです。ベヒーモスの足を狙う場合、フルチャージ1発とアンチャージ2発撃たないと倒せません。ターミニットでエポックを使うならこちらの動画が参考になるはずです。オートマトンの場合は前回の動画を参考にしてください。ダイナマイトの使い勝手もかなり変わったので確認してみましょう。巣穴を破壊するときは穴に入れる必要はありません。巣穴の間に投げれば2つ同時に破壊することも可能です。また巣穴の後ろで爆発させても破壊することができます。タイタンの巣とストーカーの巣も裏側から破壊可能です。胞子噴出機とシュリーカーの巣はダイナマイト3つで破壊できます。ヘルボムを要請する余裕がないときは役に立つでしょう。中央で爆発させれば3本まとめて破壊できます。木の根元で爆発させるとダイナマイト2つで破壊することができました。うまくいかなかった場合はリベレーターカービンを40発ほど撃って破壊できます。違法放送塔は下で爆発させても破壊できます。インペーラーをダイナマイトで倒すときは弱点か腹の下で爆発させましょう。こうすれば一発で倒すことができます。このようにインペーラーの手前で爆発させると一発で倒せないこともあるので注意してください。生き残っても体力は少ないはずなのでプライマリーウェポンなどで倒してもいいと思います。タイタンの足元にダイナマイトを投げた場合は4つほどで倒せることが多かったです。踏みつけモーション中にダイナマイトを投げると当てやすいと思います。空中でダイナマイトを爆発させた場合も同じような結果でした。頭のあたりで爆発するように投げましたが、タイタンを倒すのにダイナマイト3つは必要になると思います。ベヒーモスの腹下でダイナマイトを爆発させると倒すのに2つ必要になることが多かったです。爆発してすぐ倒せることは少ないです。大抵の場合力尽きるまでラグがあります。お尻の部分が破壊されていなくてもこのように緑色の液体が出ていれば出血しています。力尽きるまで10秒ほどかかる場合もあります。ちなみにエスカレーターでスタンさせればベヒーモスの位置をコントロールしやすくなります。ダイナマイト1つでお尻を破壊することも可能です。しかし簡単ではないので覚悟を決めてダイブすることにしました。見事お尻の破壊に成功です。これは必要な犠牲でした。今回の調査はここまでのつもりでしたが、動画が完成してからラプチャーチャージャーが現れたので追記します。ラプチャーチャージャーの頭と前足は対戦車走行です。エスカレーターなら倒すことはできましたが、頭を打って出血させるのに18発も必要でした。正面から狙うときは頭よりも最適な場所があります。
それがこちらです。頭と前足の間を狙うと6発ほどで出血させることができます。2発当てればスタンするので狙うのもそこまで難しくないと思います。チャンスがあれば試してみてください。横から胴体を打っても6発で倒せることが多かったです。装甲は4発で破壊できます。後ろから狙えば3発で倒せるのでお尻を打つのが最適でしょう。追記は以上となります。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。